朝がやってきましたよ。今日は水曜日、つまりもう1週間も真ん中だよね。月曜日から金曜日までが1週間と考えたらちょうど真ん中。後半戦じゃ明日から。そういうわけで皆さん起きて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 。これミコパイセンだったらここでビンタなんですよ。起きて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 。どうかな食らいましたかね。それでは今日も元気にニュースを見ていきましょうね。今日もね、いつものようにね、頭の上で剥奪されているのは私の生放送権限です。おはようございます。いつものことだよね。いつものことということでね、ここにやっぱりコメントが欲しいよね。やっぱり生放送って大切ですよね。皆さんのコメントを直接脳にやっぱり欲しいよね。それでは今日のニュースはなんと非常にクソ雑魚なニュースが入ってきましたね。こちらシャークメイ吹雪石コラボ企画で初の寝坊をしてしまったということなんですね。これはやってしまいましたね。しかもですね、こちら4人でマリンパイセン、アクアパイセン、オカユパイセン、そして吹雪パイセンの4人でのコラボ企画だったのですが、寝坊をしている吹雪氏のチャンネルでやる予定だったために他の3人が起きていても何もできず、これはどうにもならないですよね。こういう時は仕方なくね、緊急的に別のアクアパイセンの枠としてこのように3人で始めたのですが、なんと話が持たず、これは厳しいですね。こちらの3人、話によると吹雪パイセンを介してつながっていた様子。つまりは友達の友達というような状態の3人だったらしいんですね。これね、話が持たないですよね。しかもね、こちらね、コミュ障の代表のようなアクアパイセンがいますからね。これね、ちょっとやばい状況になっていたのではないかと言われていますが、皆さん一体どのような状態になっていたのか、見たことがない人は少し体感してみましょうか。この気まずい空気を体感せよ。私が汁むつれつですか。すいません。すいません。いやピュアなね、カブトムシ捕まえたいっていうピュアな心はずっと持っていてほしい。バトルですよ、カブト雲ムシ。とかね、雲とか、セミとか。あれあれいいですね。セミのね、儚い一生をね、眺めて、命にね、ふけったりしてね。あれまあ。先輩ま先輩来てくれ先輩助けて船長がセミの1週間とか言ってるよ。言ってないよ苦しいよ。月曜日にこの世に生まれ、火曜日のなんとかかんとか。懐かしい。これは早急な吹雪パイセンが求められている様子が非常によくわかりますね。これはちょっと辛いような空気ですね。無理やり話を持たせようと頑張る船長、滑るアクアパイセン、呆れるおかげパイセン。これはね、なかなかない空気なのではないでしょうか。自分がね、あの空気に入ったらなかなか耐えられないんですけど、外から見てるのは面白いよね。これでね、でもなんとかちょっとね、やばい空気になりつつも、さすがやっぱりね、コミュ教のこちらマリン船長ですよ。ここでね、だがしかし
しマーリン船長の失業ハローワークデッキを使い果たしてしまい、すり減った状態で吹雪氏を迎えることになったんですね。これはマーリンパイセンがめちゃめちゃ頑張った姿を皆さんも見るべきなのではないでしょうか。やっぱね、自分の過去をね削って売りましたからね、マーリンパイセンは。やっぱね、これ失業デッキはね、これもうね一回使っちゃうとね、なかなか繰り返せないんですよね、過去というのは。これは素晴らしいですね。さすがトーク力化け物、マーリンパイセンということが分かったんですね。吹雪パイセンがね起きていればこんな事故は起こらなかったのですが、もちろん途中で吹雪パイセンはしっかり起きてきまして、こちらの予定されていました企画に関してはこれですね、後日この絶対安全ホロー鉄道こちらの配信は後日こちら情報によりますと24日の21時になったということですね。皆さんこれね、次こそは誰もねもう寝かさないということなので楽しみにしていましょう。それではこれねちょっとねここでね最近気になるというのが皆さんあるかもしれないんですけど、最近ですねホロライブメンバーのすやすや寝坊がちょっと多いような気がしませんか？これねちょっとすやすやライブにホロライブがなっているような気がしませんかね。これね、私が知る限りでも最近ではねこれもっといるんですけど、やっぱねすやっちゃってんだよね。すやっちゃってるということは眠いんだよね。やっぱりねこの皆さんお仕事とかが学校とかが行けないの人がたくさん増えてきていることで YouTube を見るという需要が非常にゴリゴリに高まっています。そしてその時にねやっぱり求められているのが私たちホロライブのメンバーのようなエンターテインメントですよね。配信でね楽しい気持ちにしてくれる配信が求められているということで、私たちやっぱ頑張っちゃうんだよね。私はこのようにちょっとね頑張りたくても何もできないんですけど、このようにちょっとねホロライブメンバー無理しちゃってるのかな、睡眠時間を削ってね皆さんのために頑張りたいのかな、それともね単純に目覚まし時計が壊れているだけかもしれないですけどね。これすやすやライブということはやっぱりこちら有識者によるとホロライブハウスの建築が急がれるのではないでしょうか。やっぱねホロライブハウスというねみんなが住む、みんなホロライブのメンバーが一緒に共同で住む家ですね。こちら知らない人のために説明をしますと、桐生水子氏はスーパーチャットなどホロライブでの活動で得ました資金については全てホロライブのメンバーがみんなで一緒に住むためのホロライブハウスを建てるためのお金として貯めているということをね公表しているんですね。やっぱりホロライブのみんなで一緒に住んでいれば吹雪し寝たぞ起こしに行くべというのがね気軽にできますからね。やっぱりこちらが急がれるのではないでしょうか。これねやっぱ立てないとね。それでは次のニュースです。またクソザコ速報ですね。なんとこのクソザコ、こちら桐生水子氏の最強彼氏、自称最強彼氏こと紫紫音氏、こちらですね、もちろんね自称彼氏にもかかわらず以前のニュースでもやりましたが、このようにねそこら中に愛を振りまきメスガキであることがバレてしまったこちらのメスガキ氏ですが、これですね4月の20日にこちらのニュースでこのようにねマリンパイセンと浮気をドーとしているところを取り上げられたのですが、これですねこれ取り上げられましてしっかりねおいおいおい
と言わせていただいたのですが、その際にですね、このメスガキ氏が私のその4月20日の動画のコメントに書き込みをしてくれたんですね。それがなんと YouTube AI によりスパムに判定されていることが分かったんですね。見てください皆さん、こちらね、YouTube の管理画面のようなところから私たちは自分の動画、自分が上げました動画についたコメントが普通に公開されているもの、あとちょっと危ない単語が入っているのではねえのということで、このように確認のために保留中となるようなコメント、そしてこれはスパムだろうというふうにスパムの可能性ありというコメントに YouTube が実は自動的に分けてくれるんですね。それで後からこれを私たちが見まして載せるかどうかはチェックチェック、ゴミゴミ、これは悪口だからゴミなどしたりするんですね。このようにね分けられているのももちろん YouTube AI の仕業なのですが、こちらのねメスガキ氏の会長だけの無敵彼氏だよというような言葉がスパムの可能性ありということでスパムになっているということなんですね。皆さんこれはね、もちろんここから分かることはもちろんそういうことですよね。有識者によると同じ文章でコピペ愛を攻撃している、看過できないほどにメスガキ、つまりこのコピペ愛でいろんな人のところに同じ文章を書き込んでいるんでしょ。そういうことでしょ。だからこうやってね攻撃のように見なされてね、コピペでいろんなところに愛してるよ、君だけだよって言ってるから、これはもう許されないですよね。まさに誘惑のクソガキ、誘惑のメスクソガキと言わせていただかざるを得ないのではないでしょうか。これに対し紫シオン氏の紫エスオン氏の返答が待たれますまとも思います。それでは CM です。やべ、 CM に行く前におめでとうパッドが出現しちゃったことをこちらのニュースはね CM の後で。ここ会長、服役お疲れ様です。会長が服役されてしばらく経ちますが、そろそろ朝ココの新商品が恋しくなってます。シャブピータインを振りかけるタイプの朝ココなど毎日欠かさず服用しておりますが、そろそろ新商品がないと頭がおかしくなりそうで、こうしてる間にも脳は朝ココを求めて震えています。ここ会長、早く服役期間を終えて新鮮な生の朝ココをよろしくお願いします。というか、そもそも YouTube さんが会社の生放送権限を剥奪してしまったのが原因なので、本当 YouTube さんに対しては鋼鉄丁寧にファッという言葉を献上したいと思います。本当早くどうにかしてくれないとこっちがおかしくなっちゃう。すいません、そろそろ面会時間終了みたいなのでまた来ますね、会長。久しぶりだな相棒、元気でやってんのか。何やっちゃったんだよ。朝ココがやべえ商品だってバレちまったのか。まあわためは悪くないから捕まらなかったけど、そんなことより事情聴取の時ってカツ丼食べんの？カツ丼おいしいの？それどこのカツ丼？おいしいの？どこのカツ、それどこのカツ丼？ちょっと教えてよ。どこのカツ、それ聞きに来た。別にそれを聞きに来たわけじゃないから。あそこのカツ丼なんだ。食べたことないや。いや、ちょっと行ってみようかな。ちょっと今すぐ行きたいな。また来るからさ、元気でやるんだぞ。俺たち待ってっから。ココちゃん、こんなところに一人で本当にかわいそう。大丈夫？で、ちょっと不謹慎なお願いなんだけどさね、ちょっとさ、こうにさね、相棒ごっこっていうのしたいんだけどさ、してもいい？ほんと？してもいいの？ありがとう。じゃあ、こうね、右京さんやるね。
いくよ。ちょっと待って、準備する、待って。声出して。これをね、反転させないといけない。これをね、時計回りで、反時計回りにして、そう、声でね。いくよ。いくよ。おや？あなたは確か、ホロライブというところにいた、桐生ここさんではないですか？こんなところにいたんですね。妙ですね。なんでも、生放送権限が確で、ダメだ、右京さん難しいね。ここちゃん、またね、バイバイね。またやろうね。おー、おい。おー。これ CM ではなくて面会が来てくれていたんですね。ちょっとろくな面会ではなかったですね。これみんなこの後ちょっとどっか連れてかれてるのを見ましたけど、まあいいでしょう。それでは次のニュースです。なんと視聴者コメンテーターによりおめでとうバットに規則性があることが判明いたしました。これやばいですよね。これおめでとうバットに規則性、これね、皆さん見ていきましょう。なんとこのエクスクラメーションマーク、びっくりマークと言われているものですね。こちらのびっくりマークが10万人を一つとすると、それに対応した数がついているということが分かったんですね。これ一体どういうことなんでしょうか。見ていく必要がありそうですね。チェックをしてみましょう。こちら、まず常闇投資10万人達成の際のおめでとうバットはエクスクラメーションの一つ、10万人だから一つなのでしょうか。それではこちら、紫シオン氏20万人突破の際のおめでとうバット、2つですね。それではこれ見ていきましょう。白神吹雪氏50万人突破の際のおめでとう、1、2、3、4、5、5個ですね。そして白神吹雪氏ビリビリ動画にて100万人突破の際のエクスクラメーションマーク、1、2、3、4、5、6、7、8、8、9、10 10個ですね。これはちょっとこれもうね分かってしまいましたね。これね、ボットの規則が判明してしまった瞬間なのではないでしょうか。こちらですね、おめえ分かったところで何ができんだよと思うのかもしれませんが、分かったところで何ができるか、ボット予測メンヘラ女子化だったらのになるんだよ。つまりどういうことかと言いますと、このね、もうボットが来るって分かってるのに嬉しくないではないですか。いつもそうやって同じ扱いすればいいと思ってんのね。私がそうやってずっと私に飽きたのねみたいな、そういう感じでね、こうやってね使いますね。こうやってどうせそうやって返すんでしょ。どうせおめでとうびっくりって返すんでしょ。あなたっていつもそうよねっていうね、こんな感じでね、昼ドラをね突然したくなった時にね使えるんですね。私は何があってもヤゴのねこのおめでとうボット許さないですけどね。これやっぱりね、ホロライブの社長がボットっていうのはね許さない。やっぱりね、誰か人間が変わらないとね、やっぱりボットとか AI に任せた結果がこの私の生放送権限剥奪というねご弁ですからね。やっぱり間違ったことが起きますからね、トップが機械ですと。よくないよというわけでね、そういうことです。それでは次のニュースです。なんとこちらクソザコ速報です。先日行われましたこちらのオンラインクレーンゲームで白金ノアル氏がなんとあまりのこちらのゲームの下手さに、なんとね、こちら画面の奥のクレーンゲームの現場スタッフが耐えられなくなるという状態が起こってしまいました。一体これどういうことなんですかね。皆さんこちらを見ていただければわかると思います。頑張って撮ってますね。撮れませんでしたね。これ下手くそですね。撮れないですね。
ですか？今画面外から商品が投げ込まれたようですか？リプレイを見てみましょうね。こちらはやはり画面外から投げ込まれていますね。こちらですね、あまりにもノエル氏が取れないので、もう現場のスタッフがイライラ祭り大頂点突破をしてしまい、思わず商品を投げ入れてしまったようですね。これにより商品をゲットできたノエル氏。これはさすがに、でもこれだけではないんですね。なんとこれ以外にも同じ配信の中でもうあまりにも現場スタッフが耐えられず、こちら弾をね、決まった場所にポイッと入れるというタイプのものですね。あまりにも耐えられない現場スタッフがマジックハンドで直接弾を穴に投入してしまったんですね。このような神回が行われた先日の放送は、これはちょっとね、もう直接見なければやばさはわからないですね。もう何度もね、現場スタッフがブチギレ投入されてますからね。もしかしたらこれね、ノエルパイセン、フレアパイセンにプレゼントすると言ってやってましたから、もしかしたら短期ガチギレおじさんなのではなく、ノエフレガチ勢おじさんかもしれない可能性もありますよね。それでは今日の天気はちょっとこれ最後に出そうと思ってたやつですね。今日の天気はこちらですね。お誕生日おめでとうかなたん。本日はあまねかなた氏のお誕生日の配信がありますからね。みんな必ず見るように。今日のサーバーのパスワードは birthday、 誕生日ですね。それでは皆さん、おはようございます。